どうも皆さんおはこんばんちは、先日は新キャラをレベル1のまま使うなどという、馬鹿げた動画を投稿してしまい申し訳ございませんでした。今日は新キャラの不言をレベル48まで育てましたので、壊滅の運命を使い、難易度5プラス10を攻略していきたいと思います。大して変わらねえんだよ。なんでそんなにレベル上げ中途半端なんだよ。今回エース枠で連れてきたスショウは、レベル79でもうすぐカンスト。ちゃんと育てて動画作って。最近コメント読んでて気づいたんですよね。なんか育成素材足りなくて嘆いてる人がたくさんいるので、逆に育てきった理想のキャラ見せる必要ないんじゃないかと。動画投稿者としてどうなの？ということで、今回は先日の金人口イベントで配布のあったスショウと、レベル1でもヤバかったのに、レベル48まで育てた不言が、どうなっちまうのかという動画です。今回の不言の装備は前回同様、HP を上げつつ火ダメを下げる装備なのか？毎回そんな防御的な装備を見せてもつまらないですからね。今回の不言の装備は星のごとく輝く天才4セット、時点が止まったサルソット2セットの脳筋構成です。防具は脳筋、レベルは48、そして祝福の運命は壊滅。この絶対耐久する気ないだろみたいな構成で、果たして不言は耐久できるのか検証していきます。今回の敵の強化目標は難易度5のプラス10段階。敵の火力も耐久力もとんでもないことになる予定です。星4キャラのスショウでそれを突破できるのかも要チェックだな。やっぱ今の環境だと、順守といえばゼーレのイメージあるし。次のバージョンで新しい星5の順守、トパーズも実装されるみたいなので、順守の強さも再認識していきたいところ。ここ最近は地獄のような壊滅キャラ推しが続いてるからな。なんなら次のガチャに来るだろう経由も壊滅の運命だし。ストーリーで見てる限り、めちゃくちゃ強いキャラになるんだろうなって、まあ新キャラに思いを馳せつつ、今回の攻略を進めていきたいと思います。今回の攻略は、ちょっと動画的に問題があって、難易度50段階強化する都合上、めちゃくちゃ進めるのに時間がかかるんですよね。通常よりプラス10エリア多く消費しないといけないもんな。北条以外で強化できる限界値がだいたいプラス13段階と言われているので、今回の敵の強さは相当やばいことになりそうですね。まあ従って、今回は結構動画内でカットを多用することになりますが、祝福の集める方向性だけ先に解説しておきます。壊滅の運命の越見サイコロは、戦闘した回数に応じて、味方の余ダメージが8% ずつ上昇していきます。このゲームでは、余ダメージ上昇がある程度までは攻撃力を上げるより、余ダメージのステータスを上げた方がダメージの効率がいいのですが、壊滅の運命の越見サイコロの効果を全力で伸ばしていくと、ある程度攻撃力を伸ばした方が強いということを覚えておいてください。今回のスショウのステータスはこんな感じ。これに不言のスキルがあれば、会心率がプラス 10.5% されるのでほぼ9割ぐらいで会心ヒットになります。なので会心率よりも、会心ダメージの祝福バフを集め、余ダメージ上昇よりも、攻撃力アップの祝福を集めていくことになります。ただ全体的な傾向としては、守るよりもさっさと敵を倒さないとやばいので、壊滅、順守、孫悟北条の優先順位で祝福を集めていくことになるでしょう。とにかく壊滅の運命の越見サイコロは戦闘回数が多く、祝福を手に入れるチャンスはとても多いので、落ち着いて祝福を集めていけば、まず負けない運命ではあると思います。壊滅って結構強い運命なのか？壊滅は別名火事馬力系の祝福で、HP を減らして戦うと利点のある運命なんですが、不言が来るまでは減らした HP が、そのまま勢い余って倒されることがままありました。ですが壊滅のダメージ分散する祝福と、不言のダメージ肩代わり能力を合わせることで、とてつもない耐久力をパーティーに与えることができるようになりました。今回は銀狼の弱点付与で、物理属性を効率的に付与するために、ヒーラー枠にナターシャを採用していますが、別にヒーラーいらなかったかなってぐらい硬いです。ということで、今回の攻略の方向性は解説できたので、不言の性能は前回の動画を見ていただくとしても、今回気になるのはスショウですよね。金人口のイベントで配布されたので、ほぼ全てのユーザーが持っているキャラではあるが、リリース初期組はゼーレを育てていたから育ててないだろうし、そうじゃなくても優秀な星4順守として炭鉱がいるから、持ってても育てていなかったり、性能をよく知らないという人も多いだろう。とはいえその金人口イベントのおバカ可愛いスショウちゃんを見て、ちょっと興味が湧いた人もいると思うんですよね。ということで、今回の動画ではスショウにステッドを当てて解説していきます。スショウの特徴といえば、ゼーレや炭鉱と同じく、単体攻撃を中心とした連続行動になりますが、その最たる差別化ポイントは2つ。ゼーレは敵を倒した時、炭鉱は4突の効果で必殺技で敵を倒した時に、追加ターンや再行動を得ることができるのですが、スショウはその追加ターンの制約がとても緩く、必殺技を使用するだけで即座に次の行動順を 100% 繰り上げます。敵を倒さなくてもいいので、ボス単体しか残っていなくても、連続行動ができるのは明確な強みだよな。そしてもう一つ、ゼーレや炭鉱のような連続行動キャラの欠点は、SP の消費が激しいという点が挙げられます。当然、敵を倒さなくても再行動が得られるスショウは彼らよりも行動回数が多く、また添付による加速能力も持っているので、とにかく消費する SP は一見多く見えます。アタッカーの行動回数が多いとダメージは出せるけど、SP の消費に対し
して供給が追いつかないんだよな。ですが、スショウはそこを解決する方法を自分で所持しています。スショウは、弱点撃破状態の敵に対してスキルを使用すると、スキル使用後に SP を1回復する能力を1突効果で得られます。これのおかげで、相手が弱点撃破状態であれば実質無料でスキルを打てるので、ご覧のように SP の消費を抑えることができるのです。そして必殺技を打つだけで得られる最高動。実はこれ突効果じゃなくて、ただの必殺技の能力なので、実質スショウにおいて重要な突能力は1突の SP 還元のみなんです。なので4突や貫突を要求されがちな星4キャラの中でもかなり異質な、1突でほぼ完成しているキャラというのがスショウです。1キャラは配布されるわけだから、ガチャで1体引けばそれで運用できるのか。同じ星4アタッカーの有望な枠に、炭鉱や静寂がいますが、これらは最低でも4突しないと全力の火力は出せません。いかにスショウがリーズナブルに火力が出せるキャラなのか、今回はそこに注目して見ていってほしいですね。連続攻撃を SP 効率よく繰り出せるのは分かったけど、スショウはそれだけのキャラクターなのか？弱点撃破状態の敵をスキルで殴ると SP を回復できる点からも、弱点撃破と相性がいいのはお察しの通りですが、敵が弱点撃破されると、速度を加速する添付も所持しているほど、弱点撃破と縁のあるキャラクターなのがスショウです。ですがその加速能力は自分で弱点撃破をする必要がなく、スショウが行う弱点撃破と相性がいいというよりは、弱点撃破をしてくれるパーティーとの相性がいいといったイメージなんですよね。確かに、SP を回復できるのもすでに弱点撃破された敵に対して殴った時だもんな。なのでステータスを伸ばすとしたら、撃破特攻ではなく、普通のアタッカー同様、会心系ステータスを中心に伸ばしていくことになります。また、スキルも必殺技も多段ヒット系ではなく単発ヒットになるので、とにかく会心の発生が超重要になるキャラクターです。会心率は 80% 近く確保したいところですが、飛行中の幸い順種の公演水には会心率を上げてくれるものが多いので、胴体の異物も会心率を採用すれば、会心率の確保にはそれほど苦労しません。今回のオーナメント枠は、次元が止まったサルソットではなく、宇宙ステーションヘルタを採用していますが77% ほど自力で確保できています。さらに注目したい能力は牽制です。これはスショウがスキルで攻撃した後、33% の確率で発生する追加ダメージなのですが、これまたスキルで殴った敵が弱点撃破状態だと、100% の確率で発生するようになります。とにかく相手の弱り目につけ込むタイプの性格なんだな。キャラクター本人の性格はそこまで悪くないはずなんですが、性能としてはそういう風な性能になってしまっていますね。さらにこの牽制は発動すればするほどダメージが伸びていく仕様で、長期戦になりがちなボスと相性は良くなっています。必殺技を使用した後、2ターンまでこのスキルで発生する牽制の回数をランダムで増やすことができるので、より多くの必殺技とスキルを回して、牽制の威力を上げるのが重要です。異物のチャンピオンセットも、4セット効果で5回行動すると最大効果発揮だし、弱点撃破、ダメージの上昇など、総じて中盤以降に本領を発揮するキャラなんだな。HP が減ると敵に狙われにくくなったり、牽制が発動すると非ダメージを抑えてくれたりと、自己生存補助もしっかり兼ね備えてるので、中盤までに落ちる事故も少なく、なんというか、本当に優等生なアタッカーキャラです。しかも可愛い。まあ可愛いのは大事だよな。唯一欠点があるとすれば、必殺技で出てくるあの謎の唐揚げくんみたいな鳥、スショウ本人は鳳凰と呼んでいますが、結構崩壊シリーズの中でも謎のマスコット枠なんですよね。一体奴は何なのか。多分スタレやってる人みんな思ってるよそれ。性能の紹介もあらかた終わったことですし、ご覧の通りまだ第2ステージも始まったばかり。このままいつものように早送りを駆使したとしても、とてつもない動画時間になってしまうので、今回はスパッとカットしてしまいたいと思います。ということで、ラスボス手前の強化エリアまでカット。なんとここまでの攻略時間45分。宇宙の郊外はやり込み始めると、とんでもない時間を食われる恐怖のコンテンツ。そして集めた祝福の数は驚異の45個。とんでもない量の祝福が集まったな。気になる方は一時停止と隠ししてみてみてください。壊滅と孫悟を中心に今回は集まっていますね。そこに順種の強めの祝福も添えてって感じか。ただし孫悟の祝福でバリアを強化しまくってはいますが、不言は味方にバリアを付与できませんから。つまり基本的な耐久は不言のダメージ肩代わりで、祝福で付与するバリアを補助に使っていく形になるのか。繰り返しになりますが、模擬宇宙の郊外の難易度5は、そもそもとんでもないダメージ設定になっており、さらに制限時間をオーバーしてエリアを探索すると、ボスの火力や体力がどんどん強化されていく仕組みです。今回は制限時間を大幅オーバーして探索したので、強化状態はプラス10段階、とんでもない強化が施されています。そんな相手に、自ら HP を減らす火事馬力の祝福である、壊滅の運命の反響を使って戦うんだからな。果たしてどうなることやら。では祝福の強化も完了したので、ボス部屋へと進みましょう。最終的な越見サイコロによるダメージバフは250% となりました。戦闘によるバフが200% と、
サイコロ効果によるバフが 50% だな。壊滅の祝福で結構詰まってる人も多いみたいですが、詰まってしまっている人は思い切ってたくさん戦闘を行い、祝福をたくさん集めてみてもいいかもしれません。大抵の人がレベル80で攻略してるでしょうし、今回のこの構成よりは強い構成の人も多いでしょう。この構成で10段階強化が耐えられるのであれば、多くの人に希望が見えてくると思います。ということでまずは挨拶がてら運命の反響だな。壊滅の運命の反響は、強化すると HP を 40% まで減らす効果がありますが、不減は添付で即座に HP を回復することが可能。またその際に味方全体に大量のバリアをばらまくので、この耐性で相手の猛攻を耐えきれるかが鍵となります。運命の反響と不減の必殺技では 8% しかボスを削れなかったか。ここからスショウの得意コンボ、スキル必殺スキルの流れをお見舞いしましょう。スショウの理想的なムーブだよな。スキルを打って必殺技を貯めて、必殺技の即時行動でもう一度スキルを打つ流れ。序盤のまだエンジン始動中の状態で 9% 削り、まずまずの滑り出しですね。そしてこちらが不減の耐久力です。難易度5、10段階強化とは思えない耐久力ですよね。まだ誰もバリアを損耗してないのか。レベル80まで育ててなくても、耐久装備を装着していなくても、余裕で包丁抜いても耐えられそうなヤバさしてます。先日から謎のログインボーナスで石の配布もされているので、狙える人は本当に全力で引いた方がいいキャラだと思います。不減は無凸で耐久面が完成している、めちゃくちゃ強いキャラで、極論モチーフ光塩水も必要ありません。前回のレベル1動画に、けど貫突だからとか、育成素材がとか言ってる人いましたけど、レベル1やレベル48に育成もクソもないですからね。実際それはそう、レベル50未満じゃ、解放できる奇跡の添付も限られてるし、今回に至っては不減に推奨されるはずの防具を一切装備せず、フィールドレベリングで使ってた殴り装備そのままだもんな。理論値とかダメージ計算とか言わずに、とりあえずありのままの現実を見てほしい。不減はおかしいんだよ。育成も中途半端にこんなに酷使されて、不減もめちゃくちゃかわいそうだよな。何かの間違いでホヨバースの担当者が見たら絶対泣くわ。喜んでいただけて何よりです。喜んではないと思うぞ。さて、さすがにバリアが削れてきてヤバそうな雰囲気が出てきましたね。雑魚も大量に出てきましたし、そろそろアクションを起こさねばまずい感じ。何はともあれ、ボスを弱点撃破状態にしてスショウにターンを渡さないとな。金狼で物理属性を弱点として埋め込んでと、必殺技を使って一気に人生ゲージを削っていきます。あれ、けどこれこの勢いで削れていくと弱点撃破する前に倒せそうか？ならさっさと全員の必殺技使っちゃって、第1フェーズを超えてしまいましょう。不減と壊滅の祝福、最初は相性悪いかなって思ってたんですけど、ちょっとこの攻略で印象が変わりましたね。運命の反響を使ったら、HP が 40% まで減るから回復1回使っちゃうのに相性いいのか？運命の反響で減った味方の HP をどうもカウントしてるみたいで、貫突してると必殺技の威力上がるんですよね。ほぼ誰も役に立たない情報。さっきも必殺技で66万ダメージ出てて気持ちがいい。レベル48だよな。壊滅の運命でよダメージ上昇がつきまくってるので、レベル差による補正をガン無視してダメージが通ってますね。もしかするとオールレベル1攻略するなら壊滅の運命なのかも。変な可能性に気づかないで。不減のレベル上げちゃったの悔やまれますね。バカなこと言ってたら、第2フェーズの雑魚処理追いついてないぞ。このままだとボスのチャージ攻撃がフルダメージで発動してしまう。さすがに不減が吹っ飛びかねないので、雑魚を処理しないとまずそう。必殺技を打って運命の反響をチャージしに行きます。ボスの行動までに微妙に間に合わなさそうな感じが。スショウの行動が制限されてるの痛すぎますね。スキル使ってればこの雑魚倒せたかもしれないのに、ここはお願い不減様、雑魚を殲滅してください。運命の反響で HP 消費もしてないからかなりきつそう。30万ダメージしか出ませんでしたが、雑魚の爆発ダメージが結構でかい。そして雑魚を2匹倒せたことで、運命の反響のゲージが溜まりました。これでバリア獲得もできたので、なんとかなるか？ 10 段階強化入ったボスの、雑魚2匹残しのチャージ攻撃か。さすがにレベル48の不減は吹っ飛びそうな気がするが。耐えてくれよ。あれ？もしかしてこれ難易度5じゃないのか？誰一人バリア貫通しないってマジ？これ20段階強化も意外と簡単なのかもしれませんね。不減のダメージカットがヤバすぎるだけだと思うんだけど。どうやら不減は運営的にもマジで引いて欲しかったのか。スターレールの今月の石の配布量がえっぐい。通常の倍ぐらい配ってるんですよね。9月だけで170連分配布あったのか。一応デイリー石パスと、シーズンパスの報酬が入っているので、完全無課金だともう少し減るでしょうが、非課金であの配布量はエグチですね。そもそも9月ってまだハーフアニバーサリーですらないんだよな。原神と同じ運営とは思えない配布量だって、両方プレイしてるプレイヤーは言ってるよな。ターン制コマンドバトル苦手でやってないって人結構いるんですけど、マジでもったいないと思う。映像は綺麗だし、プレイは快適だし、配布も多いし、育成もプレイも簡単。なんかもうこのやけくそ配布からのハーフアニバが来ることを信じて、今から始めてストーリー進めておくことをお勧めします。この前の配信ではハーフアニバに全く触れてなかったけど、来るのかな？毎シーズン開始時に、ガチャチケ10枚配布されてるの、
原神だと1周年でしかないらしいですから、スタレなら来るでしょ。もうスタレで甘やかされすぎて原神のガチャ金できねえよ。原神やってんの？やってないです。原神なんかやったら財布が滅びるに決まってんだろ。こんなものを入手しましたが、こちらはあなたのゲーム課金用口座ですね。すまねえ、経由。お前を貫突してやることはできないみたいだ。頼みの綱の iTunes カードを、家の最寄りのコンビニに買いに行ったら、8月、9月に高額購入しすぎで、特殊詐欺の被害者なんじゃないかと警察に通報された。店員さんおまわりさんすいません。こいつバカなんです。経由は無凸で皆さんでも参考になる動画を投稿しますね。バカなこと言ってたら最終フェーズだな。私としては死活問題なんですけどね。でもほんと、貫突しても視聴者の参考にならないから、結局動画には使わないってパターンが多いんですよね。不言は珍しくバリバリ使ってる。だからさっさとレベル上げろよ。まあ不言は無凸で完成してて、まだピックアップされてるから、なるべく多くの人に確保してほしいので使ってるって感じですが、不言は本当にこのゲームの QOL に関わる性能なので、このパーティーのヒーラーナターシャだけど、ヒールして助かったってシーンないもんな。一応必殺技で定期的にヒールはしてますが、それはあくまで壊滅の運命の反響のダメージを上げるためであって、HP を回復しないと死んでしまうからではないですからね。運命の反響を使用した際に、消費した HP に応じてダメージが上がるからな。このパーティーの実質的なアタッカーはスショーのみなので、運命の反響のダメージもかなり重要ですからね。この運命の反響も約60万ダメージ。多分 HP 回復してたらもっと出てます。今回は周りの雑魚を飛ばすのに十分な威力なのと、ボスみたいのラッシュでこの後追い込まれる可能性を考慮して温存したか。一応最終フェーズですからね。とんでもない火力が飛んでくる可能性は十分ある。それでもバリア突破できないのやばいな。ダメージを肩代わりしてる不言は結構削られてますが、それでもまだ自己回復のスタックも残ってますし、最終フェーズのラッシュでもやはり余裕で受けられますね。壊滅の運命で余裕で耐えられるなら、攻撃力が足りないなんてことにはなりませんから。余裕すぎて火事馬力系祝福が発動してないけん。もうここまで来れば火事馬力必要ない説。今度こそスショーの連続攻撃コンボをお見せしましょう。勤労で物理弱点を埋め込んで、必殺技で防御力ダウンを発動。この次が相手のボスの行動ターンなので、スショーも必殺技を発動させて割り込みます。そうすることでスショーが最高動を獲得して、相手のボスの前に行動が可能に。なぜか順守の祝福のせいで間に銀狼が挟まったけどな。とはいえこのスショーのスキルで片方のボス撃破ですね。ただのスキルだけで30万ダメージがポンポン出るの気持ちよすぎ。これ本当は HP 減らして火事馬力使ってれば60万近く出るんだけどな。この時、難易度50段階強化に挑戦するのが初めてで、さすがにレベル48の不言とナターシャじゃ吹き飛ばされるんじゃないかと、ビクビクしながら攻略してたんですよね。20段階強化に挑戦するときは、もうちょっと強気に行こうと思います。壊滅主人公で20段階強化やってみようかな。果たして壊滅主人公を救うことはできるのか。相手が苦し紛れに雑魚を召喚してきましたが、おかげで非ダメージが稼げて運命の反響がたまりますね。今度は HP を回復せずに、火事馬力を発動させていきます。不言の HP 回復だけで、周りの体力もバカみたいに回復してんな。強すぎるのも考えものだな。雑魚の数ちょっと増えすぎじゃね？一番右にいる爆発するやつは、さすがに放置すると行動妨害付与されて面倒なので、スショーの連続攻撃コンボで処理しておきましょう。もともと物理属性弱点持ってるし、処理もはかどるってやつだな。順守の祝福で弱点撃破時に最高動もあるので、怒涛の4連続攻撃です。それでも相手を弱点撃破していれば SP を回復するので、SP が枯渇しないのは本当に強い。ここは SP 確保と必殺技チャージが兼ねられるので通常攻撃でいいかな。壊滅の祝福の効果で HP を消費してるおかげで、攻撃される確率ダウンのパッシブも発動してと、本当に突出した能力はないが、ありとあらゆる能力を兼ね備えてる優等生だな。さてそろそろ決着をつけに行きましょう。金狼のターンが回ってきたので、デバフを付与しまくって必殺技からの連続攻撃コンボです。いやこれもう壊滅の越見サイコロのバフが強すぎて、連続攻撃コンボまでボスが持たないぞ。不言様、ちょっと手加減とかしてもらってもよろしいですか？ 77 万ダメージで草。マジでこのキャラどうなってんだよ。これが納期にぶくつけた不言様の力か。てかボスが消えても雑魚が残ってたら戦闘続くのか。これはスショーの活躍のチャンス。ただの後処理係じゃねえか。いずれちゃんとスショーにスポットを当てた動画を今後作りたいと思います。とにかくこの動画では1凸で使える万能星4アタッカーだと覚えておいてください。ということで、こんなとんでもねえパーティーでも、壊滅の運命でクリアすることができました。難易度5の攻略で詰まっている人は、ぜひ戦闘しまくる壊滅の越見サイコロを使ってみてはいかがでしょうか。越見サイコロで大量の余ダメージバフが手に入れば、相手とのレベル差補正のダメージカットもものともしない火力が手に入ります。それと前回の動画ではたくさんのコメント、高評価ありがとうございました。やっぱり壊滅の主人公を救ってくれってコメントが多かったので、次回は壊滅主人公で難易度5 20段階強化攻略してみることにします。今後の動画の参考にしますので、また何でも気軽にコメントよろしくお願いします。といったところで今回の動画はここまで。最後までご視聴、ありがとうございました。